家族の幸せがありますはいどうぞ豪華な利休を造営しました。今回は大阪といいますか西成目的で、やってきました。新今宮到着です。駅できたところは街並みはまあ普通ですよね。と思いましたら駅前に早速おっちゃんが寝転んでいました。リフォーム済みで結構高いです。こちらは無料宿泊所みたいです。最近の西成は綺麗になったって本当なの？街はまあ綺麗なんですけど、なんか独特の匂いがするんですよね。なんか薬っぽい、病院の薬っぽい匂いもしますね。そこら辺でおしっこもするのか。やっぱこの壁際はやっぱタッションしてますね。公衆トイレはいっぱいあります。あとは道端はどこもかしこもおっちゃんだらけです。有名な山木さん、私は来れなかったんで残念ですが、もう完全閉店です。はい、でこちらがまあ有名なんですかね。まあ大きなスーパー。なんか面白いカレー屋さんもありますね。なんかここいい雰囲気のパチンコ屋さん。はい、蕎麦屋さんもあります。昭和感があっていいですね、ここら辺は。ここももろ昭和ですよね。はい、お蕎麦屋さん、いいっすね。なんか新旧ごっちゃ混ぜで飲み屋さんが並んでます。はい、ここは四角公園っていうんですかね、なんか新しくなっててある意味残念っていうか、綺麗な公園になってます。あ、ここも飲み屋さんゾーンですね。はい、でここでまあ美味しそうな弁当屋さんがありましたので、こちら覗いてみます。まあいいですよね。そう、三夜の時もね、お弁当屋さんやっぱ充実してたんですけど、ここはすごいですよね。はい、で噂に聞いてた自販機、これもいろいろありますね。安いですね。でまあ普通に公園行きます。大阪あんま分かってません私。すぐ隣なんですよね、通天閣が。
これすごいですよね、なんかこの感じが。こっちはなんかいかにも観光地って感じですね。はい、でホルモンいきます。はい、まあとにかく人映さないでって言われました。はい、ホルモンですね。はい、たまたま鉄板前案内してもらって、まあラッキーって感じで。はい、これから毎日飲んだくれます。ニンニクうまいっすよね。はい、お肉も美味しかったです。結構この白いとこからじっくり焼くんですよね。はい、イカ焼きもいいっすね。あー、これも良かったっすね。なんか小ぶりでしたね。そこが良かった。で、まあ行こうと思ってたたこ焼き屋さんなんですよ。おばあちゃんのたこ焼きさん。なんかね、まあ夏だからか体調不良でお休みでした。はい、でここもなんか調べたら有名っぽい食堂ですね。店名は読み間違えるんであんま言わないようにしておきます。はい、でここもそうお客さん入んないようにねって言われました。この卵焼き素敵ですよね。まあなんか前もって調べて知ってはいたんですけど、豚汁いいっすね。そう、これがね良かったっすね。はい、ふわふわ。そう、このシンプルだけどなんかすごい素敵な定食でした。はい、ここが日本一頑丈な警察署。すごいっすよね。これ車突っ込まれても大丈夫ねないようにって意味らしいですけどね。まあね、昭和時代は結構怖かったっすからね、いろいろと時代が違いますよね。でこちらは三角公園になりますね。一応なんか中には入れるっぽいんですけどね。まあ入りましたけど。で激安の洋服屋さんもなんかちらほらあります。もう綺麗ですね。この電車もいいんですよね、こういうの。はい、たこ焼き行きましょう。でこれお酒なんですけど、お酒が外で買えるんですよね。もちろん年齢確認なんかないです。よくわかんないけど多分結構安いんでしょうね。
まさは見たことないですよね。あとはやっぱね、日本酒ですかね、せっかくなんで。ここも昔はにぎわってた食堂さんですかね。はい、たこ焼き食いたかった。たこ焼きです。おー、いいっすね。やっぱりあれですね、私たこ焼き食うの下手くそですよね。食べ慣れてないんで。なんか落ちそうです。はい、カップだけおっちゃんらしくていいですよね。で、中はしっかりもちろんタコ入ってます。はい、でもうね、確認しました。やっぱ3本で食べるんですよね。すいません、全然知らなくて。はい、落ちないですよね、こうやって食べると。今度関西の人に教えてもらいます。なんか違いますよね。あ、やっぱ安いイコールサンガリアですよね。全然あれ噂になってないですか。1週間前にジャンルわかんないんですけど YouTuber が刺されたんですよ、ここで。まあ多分その人が絶対悪いと思うんですけど、なんかおそらく三角公園かなんかで撮影してたんじゃないですか。それに激怒したおっちゃんか何かが刺しちゃったらしいんですよ。ごめん、ほんまに知らん。あ、そうなん。じゃあ噂になるレベルじゃないっていうか、そんなの大した話じゃないんだ。救急車とパトカーは多いですよね。ちょっと夜小腹空いたので閉店ギリギリになっちゃうんですけど、お蕎麦屋さん来ました。まあ安いっすよね。数年前いくらだったかが知りたいですよね。お金はちゃんと引き渡しとともに払います。かすうどんも私もしかしたら初めてですね。これうまかったな。なんか香ばしさがすごいいいですよね。夜意外と静かなんですよね。はい。で、たまたまこの日盆踊りやってまして、三角公園入るいい機会なので覗いてみました。もう昭和ですよね。かき氷だけいただきました。なんか唐揚げとかも来たんですけどね。
なんか渋い飲み屋さんですね。パチンコ万博、まあベタですよね。パチンコ万博さん、今日お祭りだからっていうので門限10時までみたいでした。でこれ朝の光景なんですが、掃除の方が毎朝いますね。300円。ここはもうね閉店になっちゃったんですけど、いい店だったっぽいですよね昔。自転車もいっぱいですね。もうおっちゃんまで基本自転車なんでしょうね。で今日はおでん屋さんですね。ちくわで、結構濃いんですよねこれ。だから朝から煮込んでこの状態らしいです。これはおにぎりですね。いやーいいっすねこの卵。もう人映さないようにねって言われながら撮ってます。土日のみです。はい、これも美味しかった。鍋はこの一つなんですよね。どれも間違いなくうまいっす。スーパーの目の前ですよね。ここはやっぱ夜にぎやかな感じみたいですね。カラオケ屋さんが並んでるところですよね。カラオケ居酒屋か。素敵な洋食屋さん。ここにも玉出さんですね。玉出さんあります。これ満腹さん系と一緒なのかな。ここも安くていい感じですね。今回行けなかったんですけど。ちょっと休憩します。喫茶店も結構ありますね、いろいろと。はい、これ本格アイスコーヒー、アイスミルクコーヒー。
オムライス屋さんもありました。中華屋さん向かってます。なんか後から知ったんですけど、ここ唐揚げ定食がデカ盛りで有名らしいです。まあ、メニューはいっぱいありますね。文句なしで広くちゃんとやってくれる。広く。まあ、チャーハンいい店は間違いないいい店ですよね。一滴もない。なんか普通のお店もやっぱ何でも安いですよね。完全に物価が違いますよね、ここ来ると。てか大阪安いんですかね。ほんと夜は静かですね。今日はこちらの立花さんですね。なんか自分でおかずいろいろ選べる形式の定食屋さんになります。今大声を上げていた人は速攻で追い出されました。おかずいろいろ選んできました。あとこれは焼きうどんですね。醤油系なんですね、焼きうどんって。結構濃いめのおしんこ。基本的になんか味付けは塩気が濃い感じですね。まあそれはなんかやっぱり西成ならではらしくて、労働者の口に合わせて濃い味が多いらしいです。これはご飯となんか食べたい感じですね。警察多いですね。コーヒーだいたい60円ですね。これもサンガリアか。ここは閉まっちゃってますかね。はい、お好み焼き屋さん行きます。人気のお好み焼き屋さんです。ちょうど開店前に着いたらしいです。パイナップル入り。じゃあちょっとお出かけ。大丈夫ですよ。
こも人写しちゃダメ、西成ルールなんでしょうね、人写しちゃダメって。隣の大阪のおっちゃんと話しながら食べてます。この系統で美味しい。はい。あ、これから行くんですか。これ私のみたいです。隣のおっちゃん真似しながら聞いてます。なんか柔らかいですよね。普通にフルーティーって感じですね。パイナップル部分が。使ってる。そうなんすね。これで名古屋で言うたらもうダガヤって言うと若い人おらないですね。お寿司屋さんも結構あるんですよね。あ、お弁当屋さんで。今回は海苔弁当。まあ買いますか。結構シンプルな海苔弁当って感じですかね。海苔はなんか切れない感じのでしたね。はい、自転車いっぱいで、駐輪場は無料ですね、基本。勝手に止めちゃうから無料にしたとか、そういうことだと思うんですけど、はい、四角公園の脇にある惣菜屋さん、こういうのがおっちゃん飲み方ですよね。ここら辺だったのかな、お好み焼き屋さんがあったのか。はい、玉出さん。こちらはなんか昔からやってるイカ焼き屋さんらしいです。なんか丸焼きだと思ったら丸焼きではないみたいですね、これイカ焼き。昔からずっとあるんですか、そうですね。昔
昔やから15年ぐらいですね。今日は70円サイダーで今日もまた公園です。こういうのもね食べたことないですけど、まあ見たまんまのうまさですよね。ごっついメンチカツか。ちょっとソースなかったんでソースここから。結構ボリュームなメンチでしたね。クリームコロッケか。あとは焼きそば。かつお節が嬉しいですよね。結構贅沢な感じになっちゃいましたね。でちゃんとゴミ捨て場もあります。ここは何だろう、なんか前この辺りは荒れてたって聞いたんですけど、60円。値段全然違うんですよね、場所によって。はい、今日はこちらの鍋屋さんに行きます。こちらやはり西ならではの料金になります。三角公園の裏にねですね。今日は牛すきがちょうど品切れでした。こちら数の子。じっくり自分で温めていきます。いいですよね、一人鍋で。かなりの人気店なので早い時間に行った方がいいかもしれません。ご飯が少ししかないということでうどんも一緒に頼みました。見た目の通り結構
濃い味ですよね。はい、ちょうどいい感じです。見た目で伝わってるかもしれないんですが、一人前の量は結構な量になります。ご飯投入ですね。これは絶対やってほしいですね。雑炊セットがこちらです。なんか綺麗にできました。これは絶対必食ですね。覚えておいてください。公園のテレビが今日はやってますね。家族の幸せがあり200円のたこ焼き屋さんがあるということを知ったので、そこへ向かってます。10個。なんか感覚おかしくなりますね、この街いると。完全に日本の価格じゃないですよね。こちらは日本用字です。難しいです。こんにゃくも入ってますね。もちろんタコも入ってます。こちらのお弁当屋さんもなかなかいい品揃えをしてます。お茶に囲まれて、今日も公園でシューマイですね。シューマイ食んでます。これは結構ボリューミーでお得感ありますね。チャリンコチェで出てくるお店の哲さんが場所が移転してました。レトロな喫茶店は本当多いですね。なんか怪しい鉄格子なんですが、これは危険な時代があったからってことでしょうか。ちょっとだけ離れたところへなんか美味しいお店があるというのを調べて見つけたので向かっております。ここも銭湯あります。はい、こちらです。こちらおっちゃん夏バテならいいんですけど、ちょっと体調悪そうでした。写真で見るように汚れてます。ビールくださいって言ったらキンキンに冷えたビール出してくれました。
といってもまるで私有地のようじゃないですか。チーズ出してくれるっていうことでチーズ、あ、じゃあそれくださいね。個人的にはなんかまったりいい気分になってます。それにしてもあれだけの権力を持っていた上皇が頭をなり料理も食べたかったんですが、今回は無理そうなので、あくまで舐めて帰ります。ちなみにおっちゃんこの目の前にいます。じゃあ、おやさんごちそうさま。あ、じゃあこれで1000円で。うん。なんか評判のいい店だったから私は来たんですけど、まあ常連さんじゃないと来る感じのお店じゃないですよね。さすがにチーズ1個ってわけではいかないので、まあ、西成のラーメン屋さんに向かってます。こちらが西成の評判の天龍さん。ちょっと新しめの店なんですかね。トイレってどこにあるの？トイレ横です。はい。なんか久しぶりに普段食っぽいもの食べてます。私来た時やってたんですけど、なんか連日休日入っちゃったみたいで行けませんでした。メニュー本当でしたよね。なんかこっちは立ち食いじゃないですよね。これ私お初の北見です。やっと薄い色の、スープに出会った感じです。結構あっさりしてますね。そばよりもうどんが主流って教えてもらいました。こちらで100円焼きを発見しました。まあ、キャベツ焼きなんですけど、1個100円、焼きそば入り200円。また公園で食べます。100円はすごいのだ。これで100円は
なかなかすごいですよね。炊き出しもいろんなとこでなんか朝方見ますね。ここ毎朝やってると思います。せっかくなのでちょっと電車に乗って出かけます。これ綺麗だなとか思って見てたんですけど、考えてみたら思いっきり落書きですよね。画面にもダメ。あ、わかりました。毎日よく飲んでいますけど、西成とお酒は絶対切れない関係ですね。煮込み最高ですね。はい、ホクホクのニンニク。こちらもおすすめメニューだったと思うんですが、クリオマサメのマグロです。選べるのがいいですよね。はい、いらっしゃい。あ、しいたけないです。ちょっと温めるね。はい。ちょっと私が切るわ。ちょっとだけね。イカを原産地だね。温めてもらえるのがすごく嬉しいです。ごちそうさまでした。全く連チャンが止まる気配がなく、とうとう閉店まで行ってしまいました。泣く泣く終わりです。なんか鶏肉は言えば次の日できるみたいです。西成むっちゃ楽しかったです。最後は玉出の惣菜で晩餐とします。
後もお別れです。この豚がなぜっていうくらい美味しかったですよね。今回の西成特集はここまでです。このチャンネルではこんな感じで各国のいろいろなグルメを中心に紹介しております。応援していただけるととても励みになりますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。